皆さんこんにちは、ルークです。今回の動画は新ゼロトップフォーメーションを紹介していきたいなと思います。視聴者の方から教えてほしいという要望のコメントがたくさん届いたので動画を作ることを決めました。この動画では攻撃の仕方や人選解説など視聴者の方から届いたコメントをもとに質問形式で回答していくので、最後まで見ることでゼロトップの理解が深まると思います。新しいイーフトの楽しみ方を発見できると思うので、ぜひ最後まで見てほしいです。この動画のいいねが多かった場合は定期的にフォーメーション動画を投稿しようかなと思っているので、いいねで反応してもらえると嬉しいです。あと聞きたいことがあればコメント欄で教えてください。詳しく書いてもらえると助かります。それではゼロトップについて解説していきましょう。詳しいフォメとどんな感じで進めればいいか教えてほしいです。フォーメーションはね、5212という形になります。僕はサイドアタックで愛用してるけど、今回のゼロトップのフォーメーションに関しては、どのチームスタイルでも再現できるのが特徴です。ロングカウンターでも可能なので、ポゼッションやサイドアタックが苦手な方でも再現できます。攻撃の仕方について簡単な説明をするなら、サイドバックやウイングにサイドチェンジしたり、インナーラップや OMF でポケットを狙ったり、サイドでひたすらワンツーで崩すのが基本ですね。他にも中央からパスやドリブルで崩してみたり、相手が対応できないクロスゲーをしてみたり、相手の守備に合わせて効率よく攻撃できるのが特徴です。詳しいビルドアップの方法は後ほど解説します。ゼロトップで他に人数を置けるとかじゃなく、トップがいないことでやりやすくなることはありますか？これは僕の持論ですけど、CF を配置すると相手のセンターバックが常にマークしてて、どんな時も距離が近いんですよね。でも CF を配置しないことで相手のマークが毎回変わります。毎回変わるということはフリーになる瞬間が多いことがメリットですね。フリーの状態だと足元にパスを入れても取られないし、裏抜けするために走ってくれたら止まってる相手のセンターバックより速いので、簡単に裏抜けができるんですよね。ラインブレーカーよりも綺麗な裏抜けができると僕は感じています。トップがいないというだけで海外の方にも弱いとか言われるんですけど、トップいない方が相手からすると厄介だし、マークできないのが困ると思います。センターバックから中盤前線へのビルドアップのコツを教えてほしいです。センターバックから中盤のビルドアップについて話すと、センターバックが3枚もいるというのが利点だし、相手のプレスをよく見極めてフリーの選手を見つけることが重要です。センターバックでのパスコースを考えると、センターバック同士のパス交換とサイドバックに出すのが多いですね。でもサイドバックとかは相手も読んでくるので、直接ウイングに縦パスを出す時もあるし、中盤にボールを預けてボールを運ぶ時とか、センターバック自身がボールを運ぶこともあります。アドバイスとしては、下のレーダーをよく確認しながら、後出しジャンキーみたいな感じで繋ぐことがビルドアップのコツですね。下のレーダーを見る習慣がない方は、この褒めは使いこなせないかもしれないので、意識的に見るようにしてほしいですね。前線へのビルドアップについて話すと、イーフトの守備って CFA の縦パスを防ぎに来るのが基本なんですけど、このフォーメーションだと CF というポジションがいないので、相手は OMF のパスコースを防ぎに来ます。そのパスコースを防ぎに来てくれたら、僕は中盤の選手でドリブルやパス交換して OMF に縦パスを入れる選択肢を一つ持ちます。あとは OMF の縦パスを防ぎに来たら、サイドのどこかはフリーなので、ウイングに縦パスを入れるかサイドに展開しますね。サイドバックがボールを持ったらウイングに縦パスを入れるか、真横の中盤にボールを預けるか、逆のサイドバックかウイングにサイドチェンジしますね。ゴールキーパーからのビルドアップなども参考にしたいので、できればフルに近い試合を見て学びたいです。この動画でフルの試合を見せると動画が極端に長くなってしまうので、できないことが申し訳ないんですけど、ゴールキーパーにフライパスが上手い選手を配置すればウイングに一発で繋ぐことができるし、ウイングの身長が低かったとしても競り合いに勝つことができるので、ウイングにパントキックをしてからサイドバックに落としてみたり、中盤の選手に預けてほしいですね。ウイングが空いてない時はシンプルにセンターバックに繋いでビルドアップしてほしいです。ためを作るドリブルでよく大人数に囲まれて取られてしまいます。コツなどあれば教えてほしいです。ボールを取られる局面を実際に見てないのでピンポイントのアドバイスは難しいけど、パス交換と逃げるドリブルを組み込んでほしいですね。ウイングで仕掛けるチャンス以外は僕は相手と対峙しないようにしてるし、無理に前を向くことはしないですね。極端に言うと、後ろ向きでボールを受けたなら後ろ向きのまま相手を引き連れて下がっていけばいいんですよ。それで相手がついてきてくれたらパス&ゴーの操作を入れてワンツーで崩すことができるし、このワンツーが決まるようになると相手の守備はついてこなくなります。ついてこなくなればボール持てるし、もっとプレス来てくれたら裏抜けするんですよね。多分この裏抜けの狙いがない方だと相手からすると何も怖くないので、試合を通してずっとプレスが来ると思います。あとは相手の守備人数が多い時はワンタッチでボールを預けた方がいいですね。無意味に思われそうなパス交換も相手からすると厄介なので、縦パス入れてリターンとか横パスのパス交換とか隙があればやってほしいですね。あと相手が2人以上いたら違う選手にボールを預けましょう。自陣でボールを奪った後カウンターにつなげるか落ち着
いてボールを回すかどっちですか？これは時と場合によるのでとても難しい質問なんですけど、僕は落ち着いてボールを回すことが多いですね。でもカウンターが刺さる局面もあるので、相手のフォーメーションとかボールを奪った位置で変わりますね。このフォーメーションは CF がいなくて両サイドにウイングがいるので、適当にウイングにパスを出せば通ります。カウンターのスタイルを好む方はカウンターに徹底することも可能です。これは相手のフォーメーションと自分のスタイルで決めてほしいです。相手のプレスをなくさせるパス回しの仕方、相手のプレスの仕方を見てほしいです。ボールを奪いに来るプレス型なのか、パスコースを読みに来る予測型なのか、この守備の方法を見極めてください。とにかくボールを奪いに来る方なら、フリーの選手でパス交換を繰り返すと相手の心を折ることができるので、途中からプレスが来なくなります。一方で相手がパスコースを読んでくる方なら、パスコースを予測しているところには出さずに、相手が読んでいない場所にパスを出してください。これを繰り返すと相手は予測を諦めるし、試合が進むについて相手が来なくなります。あとはパス回しではないんですけど、スペースにドリブルで運ぶことも重要です。イメージとしては鬼ごっこみたいに相手を引き寄せるんですよ。スペースにボールを運べば相手はついてくるし、スペースに向かってプレスしてくれます。スペースにボールを運んでパス交換するとか、スペースにドリブルしてサイドチェンジとか、スペースをうまく活用することで相手のプレスがなくなるので、意識してほしいなと思います。ルークさんがサイド展開した後に意識してることはありますか？サイドバックにサイド展開した時は、最初に数的優位を作ることを考えて相手のサイドバックに突っ込みますね。相手のサイドバックに突っ込むことで相手はサイドバックでプレスに来るので、ウイングガードフリーになります。その状況でウイングにパスを出せばゴールに向かってドリブルしてゴールを狙えます。サイドバックに出した瞬間に相手のサイドバックが食いついてきた時は、ワンタッチでウイングにパスを出しますね。そうすると必ずフリーになります。でも相手が賢いとサイドバックでプレス来ないので、その時はサイドバックとセンターバックの間を狙ってドリブルで運びますね。そうすると大体相手は悩んでくれるので、突っ込んできてくれたらドリブルでかわしたり、ワンツーで崩してみたり、相手に合わせて後出しで攻撃しますね。直接ウイングにサイド展開した時は、相手の距離が近かったらサイドバックにスルーパスを出して、ボールを預ける選択かワンツーで裏抜けを目指しますね。最近のイーフトは普通のフライパスだと相手が追いつくので、インパクトのフライパスで展開するのが重要です。もしウイングにサイド展開した時に相手が全く来なかったら、インナーラップの上がりを待つかシンプルにドリブルで仕掛けに行きますね。相手がウイングにハードマークしてきたらウイングにサイド展開はできなくなるけど、サイドバックの位置は絶対空いてるので、スルーパスのフライパスでサイド展開して数的優位を作れるようにボールを運んでほしいです。サイドから中にドリブルで仕掛けていく時があると思うんですが、ドリブルのコツはありますか？ドリブルの仕掛けの理想はゴールラインと並行した角度で真横に向かっていくドリブルですね。これは相手との距離を測りやすいし、クロスを狙うことも簡単になります。局面によって斜めでドリブルで仕掛ける時もあるけど、相手の守備はゴールに向かうので、真横にドリブルすることでついていけないし、簡単にかわせるのが魅力的です。斜めのドリブルからいきなり真横にしてみると相手が通り過ぎていくのでやってみてほしいです。相手が強くなってくるとね、ダブルタッチとかは読んでくるんですけど、相手が読めないタイミングでクロス入れたりバックパスを活用するようになると、相手はダブルタッチ以外も対応しないと対応が間に合わなくなるので、ドリブル以外の選択肢を見せることがドリブル成功の一番の鍵ですね。ドリブルしたいならドリブル以外を極めましょう。マンマーク、ハードマークの対処を知りたいです。これは僕の経験と持論なんですけど、マンマークとハードマークをされた方が攻撃はしやすいです。今回のフォーメーションなら両ウィングにハードマークをする方が多いんですけど、逆にサイドバックとか OMF の選手が生きてくるし、ハードマークによって相手はスペースを作ってくれるので本当にありがとうって思いますね。このフォーメーションをサイドアタックで使った場合は、ウイングはサイドに開いてくれるのでサイドバックのインナーラップが刺さるし、ロングカウンターで使うとウイングは少し中央によってサイドバックが大外にポジショニングするので、サイドバックがドフリーになりますね。だからね、サイドアタックを使っていて相手がハードマークしてきて困った方は、ロングカウンターに変えてみるのは一つの手かもしれないですね。そうすると多分相手は困ると思います。ロングカウンターとサイドアタックの両方を使える監督がいるかはわからないけど、もしそのような監督が存在するならこのフォーメーションに関してとても強いと思います。ゼロトップサイドアタックを好きで使っています。インナーラップをうまく使えないのですがどうすればいいですか？インナーラップで気をつけることはウイングにボールを預けることです。ウイングがボールを持った瞬間に全力で裏抜けを狙ってくれます。このインナーラップの裏抜けを完璧に対応できる方を僕は見たことがないので、裏に抜け出すタイミングでフィネスからのスルーパスをしてほしいです。フィネスを入れるだけでパスの通りが全然違います。そうすれば綺麗な裏抜けができるし、そこからクロスを上げることで得点できます。最初は難しいかもしれないんですけど AI 対戦とかで使ってみてください。慣れたら簡単になります。インナーラップサイドバックの選手をたくさん教えてほしいです。僕が愛用してる選手を紹介すると、マルセロ、ロバートソン、グバルディオル、キミッヒ、アーノルド、エロスマンクスをカンセロですね。ちなみにショータイムのカンセロを持ってる方は僕と同じ育成で左サイドで使ってみてください。多分使用感がいい意味で激変するし、縦に行ってもドリブルでかわせてカットインからのエッジクロスで得点量産できます。このカンセロのクロスゲーはね、相手に対応されたことが一度もないので絶対やってほしいです。このフォーメーションで
で使うと右のウイングか右のサイドバックがフリーになります。例えば右のウイングにロナウドを配置すると相手のサイドバックとヘディング勝負になるので理不尽なクロスゲーが可能になります。ショータイムのカンセルを持ってる方は超理不尽なので試してみてください。カウンターされる展開があると思いますが、カウンター守備の時にどのようなことを意識していますか？相手の攻撃スタイルで変わるんですけど、 CF で裏抜けを狙ってくる相手ならセンターバックにカーソルを合わせて裏ケアするし、ワンパ攻撃やじっくり攻撃してくる方なら中盤の選手にカーソルを合わせて守備をします。5バックで守備の枚数には困らないので、まず自陣に戻ることを最優先で、相手の狙いを予測できた時はその狙いを潰せるような守備をします。あとこれはサッカーの基本ですけど、カウンターをされない状況を作ることも大事ですね。シュートで攻撃を終えるとか、中盤の位置でボールを失わないとか、ボールを奪われる位置を考えることも大事です。僕がサイドアタックを好む理由としては、ポケットの位置でボールを取られても相手のカウンターは時間を要するし、いきなりピンチにならないからですね。カウンターの餌食にならないように相手の深い位置まで侵入することを徹底してください。それでも失敗した時はとにかく戻りましょう。リンクフォワードをトップに置くよりゼロトップにすべき理由は聞きたいかも。リンクフォワードを使うのも素晴らしいし、一つの選択肢であることは大前提として、リンクフォワードを起用すると結局相手のセンターバックが近くにいるし、足元か裏抜けのどっちの動きをするかギリギリまでわからないんですよね。でもゼロトップにすることでいつでもフリーだし、足元か裏抜けかを自分で選択できるのがゼロトップにするメリットかなと思います。他には守備の考え方もあって、ゼロトップにすることで中盤が1枚増えるので単純に守備がしやすくなります。ゼロトップだとフォワードしか適性がない強い選手が使えないと思うんですが、どうすればいいですか？それは起用するのを諦めてください。どうしてもフォワードを使いたいならゼロトップを戦術にするのはやめた方がいいし、ポジション追加で適性を増やすしかないですね。複数のスカットを作れることがいい人の楽しさだと僕は思っているので、フォワードなしのフォーメーションを試しにやってみるのがいいと思います。各ポジションのプレイスタイル、タレントデザインで上げるべき数値、ビルドアップとフィニッシュのパターンを動画で見たいです。人選解説をしていきます。ゴールキーパーの選手はパスが上手い選手を推奨します。低弾道ロブ、バックスピンロブ、ビジョナリーパスの全てを持っていることが僕の中では最低条件です。ノイヤー、アリソン、エデルソンを僕はよく使っています。ウイングの選手にインパクトフライパスを通すので、フライパスの数値が高い方がいいですね。もしこれらの選手を持っていない方は、低弾道ロブとバックスピンロブは最低限つけるようにしましょう。センターバックの選手は守備力重視で選んでほしいです。足元とパスが上手い選手だといいですね。サイドチェンジをする機会もあるので、低弾道ロブとバックスピンロブのスキルをつけるのがおすすめです。プレイスタイルについては自分の好みで選んでほしいです。とにかく守備力重視で育成するのがいいと思います。サイドバックの選手はインナーラップサイドバック一択です。攻撃的サイドバックを使ってしまったら同じ攻撃は絶対できないので、インナーラップの選手を気合で獲得してください。インナーラップの育成について話すけど、このフォーメーションに関しては5バックで守備の枚数には困らないし、僕は守備の予測が得意なので超攻撃特化で育成しています。せっかくインナーラップが攻撃参加してもドリブルやパスの精度が悪いとそれだけでミスに繋がってしまうので、攻撃の数値は高くていいかなと思っていますね。僕のアーノルドはパス数値が90超えだし、カンセルのドリブル系も90くらいで、マルセロのドリブル系も85くらいですね。インナーラップサイドバックに関しては守備を捨てても問題ないかなというのが僕の持論です。そしてこのポジションの選手も可能なら低弾道ロブとバックスピンロブのスキルは追加してほしいですね。サイドバックからサイドバックのサイドチェンジも僕は多用するので重要です。 DMF の選手はアンカーを推奨します。1枚は守備のバランスをとってほしいので、アンカーを採用するのが安心安全だと思います。僕みたいにパス回しを楽しみたい方はプレイメーカーでもいいと思います。サイドチェンジする機会もあるのでパス数値は最低90は欲しいし、理想は94以上ですね。このポジションの選手も低弾道ロブとバックスピンロブのスキル追加はマストです。ちなみに前半でリードして後半からファンダイクやサリバを DMF 起用すると尋常じゃない守備力を発揮してくれるので、遊び心がある方はやってみてほしいです。 CMF の選手はプレイメーカーですね。プレイメーカーはね、裏抜けとか攻撃参加もしてくれるので攻守に万能なプレイメーカーがありそうですね。ダブルタッチとか持ってるだけで得点量産できるポジションにもなるので、使用感がいい選手を使ってほしいです。とにかくサイドチェンジも多用するのでパスの数値を上げてほしいですね。あとこのポジションの選手も低弾道ロブとバックスピンロブのスキルはマストです。 OMF の選手は2列目からの飛び出しがおすすめなんですけど、正直どんなプレイスタイルでも変わらないかなと僕は思います。守備力を重視したい方は守備力あるフリートとかベリンガムを使うのがいいと思うし、攻撃を存分に楽しみたいという方は好きな選手を使ってほしいなと思います。僕はよくマテウス・ジェズスを愛用してるけど、彼はドリブルも超うまいのにバレットヘッドも持ってるので、このチームの得点王ですね。びっくりするぐらい強いので持ってる方は使ってほしいです。ウイングの選手はウイングストライカーが理想ですけど、インサイドレシーバー以外ならどんな選手を使っても問題ないかなと思います。インサイドレシーバーを使うことも否定しないけど、戦術が変わってしまうので今回は推奨しないです。プレイスタイルや選手への指示など細かく聞きたいです。選手への指示についてはサイドバックにオフェンシブを設定していて、相手のフォーメーションに合わせてハードマークを設定してますね。サイドバックが攻撃参加する機会が多いので、相手にウイングがいたらドフ
フリーにならないようにハードマークつけるし、相手が中央攻めだったら OMF にハードマークつけることが多いですね。あとは相手のサイドバックが攻撃参加してきそうだったら、両サイドバックにハードマークつけることもあります。守備の選手指示については相手に合わせる感じですね。選手への指示でこうしたら面白くなりそうとかがあれば教えてほしいです。両サイドのウイングにカウンターターゲットをすれば、カウンターした時に出しどころに困らないので、一つの選択肢として覚えてほしいですね。相手が3バックの時とかに設定するとめちゃくちゃ刺さるのでおすすめです。無課金でやる場合の簡単な人選や解説をしてほしいです。先ほどの人選解説を参考に選手を選べば、この僕の簡易的な無課金スカットよりは強いスカットを作れると思うので、自分の持ってる選手で構築してみてほしいですね。グバルディオルやアーノルドは無料配布でもらえた気がするし、たまに指名契約でインナーラップは登場するので、インナーラップさえ獲得すれば構築できる気がします。多分僕はこのスカットでもディビュー1到達ならできるので、皆さんもこれよりも強いスカットを作れば再現できる可能性は上がると思います。すぐに戦術を再現することは難しいと思うけど、自分のミスを多責にしないで改善すれば徐々に上手くなっていくと思うので、諦めずに頑張ってほしいです。そのゼロトップ戦術のゴールシーンを50個くらい見せてほしいです。いいですよ。皆さんの攻撃のアイデアが深まるように、普通の崩しあり不尽な攻撃を含めて僕の曲とともにぜひ見てください。
ゼロトップの解説は以上になります。ゼロトップは難しい印象があると思うけど、今までのイーフトの考え方とかスタイルを少し変更するだけで、体感したことない攻撃をすることができるので、今まで敬遠していた方も挑戦してほしいし、もし再現できなくても諦めないでください。今回のフォーメーションに関しては、ロングカウンターでも使用できるのが最大の利点だと僕は思っているので、ロングカウンターを愛用する方々もぜひ使ってみてほしいなと思います。もし聞きたいことがあればコメントに残してほしいし、他のフォーメーションを解説してほしいとか、このフォーメーションを使ってほしいなど、要望のコメントもお待ちしてるので気軽にコメントをしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。